なんか別にそのお店を大きくしたいとかもっと人気店にしたいとかバズりたいとかそういうのは別にないんですけど、本当に今のペースのまんまで続けていけたらなっていうのですかね。最近ちょっと商品の方をマフィンとスコーンに絞ってますので、最近もスコーン改革とか言って勝手にやってますけど少ない品目だけど、そこをもっと掘り下げてもっと美味しいものを作っていきたいなって思ってます。おはようございます。もうなんか撮ってるんですかお店あっちの奥の方なので、お店はここなんですけど、で、なんだっけ、プロ仕様の厨房とは違って、なんじゃこりゃっていう感じですよません。いや全然。もうなんか、ムーミン谷に来た感じで。よくなんかジブリって言われます。ジブリ、確かに。ここはお庭だったんです。家に増築をした形でお店を作りました。こことそこの売り場の部分を増築して、ここの壁を抜いて、こういう風にしたっていう感じですね。なんていうんですか？はい。細く長くね、なんでも。細く長くですよ、細く長く。この夏です。いろんなスパイスが入ってて、普通にチャイで飲んでもすごい美味しいんですけど。これライ麦とチーズのクラフトスコーンですね。オイルをポロポロにしてサクサク感を出すためにすり合わせて、自家製の塩麹ですね。これ自分とこで作った塩麹ですね。塩麹マフィンに使ったりとか、塩系のこのスコーンに使ってます。イベントは結構誘われていくっていうことが多くて、どっちかっていうとこうお菓子を売りに行くぜっていう感じじゃなくて、その横のつながりを大事にしたいっていう思いでお菓子を持って遊びに行くっていう感じでいつも参加してます。初めて行く場所でどんな人とどんな出会いがあるのかなっていうワクワクしながらそうですね、イベントは、言ってみれば気分転換で、ここで一人でやってるとやっぱり寂しいなって思うこともあるのでイベントだとね、いろんなお店さんとかいてお話ししたりとかできるので、はい、そういう刺激を求めに行っています。はい。あとレモン。ニンジンケーキでいいですか？はい、ありがとうございます。すごいいいとこでしたよね。なんかグリーンしててグリーンしてて名前は知ってたけど、庭屋さんって、あそこに行ったの初めてで。あと私が知らなかっただけかもしれないけど、SNS も発達してなかったんで、でもあの頃って多分今ほど焼き菓子屋さんなかったと思うんですよね、10年前って。
なんか新しいジャンルに挑むみたいな感じで、コース的には。すごい。そう。夏みかんも知り合いの畑で勝手になってたやつで、そういうやつの方が、無農薬でいいんですよ。お菓子って皮を使うので、防腐剤とか農薬とかかかってるとやっぱ怖くてちょっと嫌じゃないですか。ココナッツオイルなんですよ。だけど、ココナッツの匂いが全然しないんです。無臭。夏になるとサラッサラのオイルになっちゃうんですよ。熱くて。でも冬はカッチカチになるんですよ。ラードみたいになっちゃう。だから、こういうスコーンに入れるとサクサク感が出るのと、冷やすと固まるから、カットするときに崩れないっていう。バターを使わないお菓子作ってらっしゃる方、多分、米油の人結構多いと思います。癖がないから全然。風味とかがあんまないんで、お菓子の邪魔しないから。朝ごはんにね、皆さんいいって言ってくださるんですよね。お豆腐使ってて、天才糖だから腹持ちがいいみたいなんですよ。だから朝コーヒーとマフィンだけとか、ちょっとスープとマフィンだけとか。基本ナッツは手割りですゴロッとした食感と刻むのがめんどくさいっていうゴロッとした食感だけ。ゴロッと食感です。はい、もうそれだけです。はいそれだけのためです欲張りだから具が多いのが好きなんでナッツとかいっぱいですよそれはですね。スコーン改革をやってまして、変えてるとこなんで、試作しながらというか、これは、ライ麦とチーズですね。お食事系ですね。甘さのないスコーン。スコーン改革で新しく始めたのがこの塩系で、ちょっとしょっぱいのもやってみたいなと思って、ご飯にもなるようなスコーンも作ってみたいと思って、チャイとピーカンナッツですね。迷う方が多くて、結構何回か来たけど分かんなくて今日やっと分かりましたとかっていう人とかもいて本当分かりにくいみたいなんですよね。なんか Google もあっちの方案内しちゃうみたいでそうね周りのご近所さんがすごい優しいんですよ。よくほらこういう風に住宅街でやってるとちょっと周りとトラブルがあったりとかあるじゃないですか。なんかクレームが来たりとか、そういうのがまずなくて、道わからなくって歩いてるおじいさんに聞いたらここだよって一緒に行ってやるよっつってで来たとかってお客さんがよく話されるんですよ。もうそれ聞いたの何度もあって、それが同じ方なのか違う方なのかわかんないけどでもまさに僕も今そうだったそういうねご近所さんだからこそやれてるっていうのはすごいありますね。この人もねどうするかなんですよね。あ
20歳で看護師になって、看護師は24年ぐらいやったかな。10年やってます。はい。ちょっとね、最後かぶり気味っていうか、もうやりつつ、みたいな感じでやってたので。これはね、チョコチップが入ってます。チョコチップっていうか、チョコチャンクっていうか、四角いチョコが入ってます。スコーン人気だからスコーン改革なんですけど、作り方を変えてるから、すいません、素人みたいで。なんかこっちの方が美味しそうだったんですね。夏みかんと紅茶。結構夏みかんのピールね、美味しいんですよ。好きなお仕事だったし、そこはそこでなんでしょう。リピーターさんみたいなのがついてて私じゃないと採血できない人とかもいたから、ちょっとなんかその人たちを置いていくのがなんか忍びないなっていうのもあったりとか、もうとにかくいろんな思いがありましたよね。でも後悔しないですけどね。梅子のマフィンは、お豆腐のマフィンもですけど、卵とかバターとかは使ってないです。バターはもうおやつには一切使ってなくて、基本米油ですね。卵も使わないです。変な頑固なところがあって。で、ある日、バターとか白いお砂糖を使わないおやつっていうレシピに出会って、バター使わないお菓子とかって絶対もう体にいいけど、絶対まずいに決まってると思ってでも作ってみようと思って作ってみたんですよ。そしたら美味しかったんです最初にクッキー作ったんですよ。そしたらクッキーを作って天板のまま半分くらい食べちゃったんですよ普通にバターの入ったお菓子そんなに食べちゃうと後で絶対後悔することになるじゃないですか。お腹にもたれてちょっと晩ご飯は今日無理ですみたいな、全然そんなことがなくて全然軽かったんですよ。この優しさいいなと思って、ちょっとそのバターを使わないお菓子っていうのを私いろいろ作ってみたいって思ったのが最初。別になんか子供にアレルギーがあったからとかそういうのもなくってただ食べて美味しくてその後も負担がないっていうのがすごいびっくりしたっていうか、感覚ですよ。美味しい優しいっていう感覚だけですね。本当そういうのがたまたまヘルシーだったねだから今もよくこういうお菓子作ってるとすごい健康的な、例えばなんかもう野菜は全部オーガニックとか絶対ジャンクフードは食べないとかって思われてるけど、いや普通に食べますからねマックとかも食べますし焼きそば UFO も食べますからいや自慢することじゃないかもしれないけどUFO 美味しいですね。UFO 美味しいです。天才糖ですね。うち天才糖って優しいんですよ。甘さがガツンってこないっていうか、おからですね。おから入れるとちょっとその米粉のパサパサ感が、卵を入れない分ちょっとおからでしっとり、そしてヘルシー。これキャロブですね。キャロブなんかね知らない人が多くって。知らないです。コーヒーとキャロブとか、キャロブっていう名前をつけてると必ずキャロブって何ですかってもう多分300回ぐらい聞かれたんですけど豆から作られてるんですよ。イナゴ豆っていう豆から作られてて、なんか豆自体が甘いらしいんですよ。チョコと同じぐらい甘いんだけど砂糖を使ってないんです。チョコレートみたいに加工するときに乳製品とかも使ってないから、ビーガンの方とか乳製品ダメな方にも食べられるチョコ系のチョコに似たものっていう感じですかね。カフェインも入ってないし、チョコに比べて食物繊維とか鉄分が豊富で栄養素が高いテカテカ加工したものですね。
そういうのもあれだから。どうしようかな、今から生地作ってもいいかな。で、そして最後に焼くってしようかな。ちょっと待ってね。じゃあ、そしてナッツゴロゴロにんじん。豆腐のマフィンに入ります。これは甘いマフィンなんですけど、塩麹が入ってるんで、甘じょっぱい感じですね。ワックスとか防腐剤とかそういうの使ってない広島県産のレモンなんですけど、でも全部有機っていうのがまあ理想なんでしょうけど、そうなるとすごい高い商品ができちゃうので、それってちょっとおやつじゃなくなっちゃうから、ちょうどいいところを取って。なんかね、これっていうのがないんですよね。必ずこれはいつもみたいな。キャラメルナッツとか、あとなんだろうな。でもチョコのマフィンとかもね、結構人気ですね。やっぱり女性にはクリームチーズの入ったのが人気かな。ベリーとクリームチーズとか。今日も作るんですけど、あんことクリームチーズとか。これって言えないから、男性にはこれが人気とか、女性にはこれが人気っていう感じでお伝えして。プレーンっていうのがなくて、この塩麹が一番プレーンに近い感じですね。もう圧倒的に女性の方がお客様は多くて、男性が来るときは奥様のお使いとかそうだから結構カップルでいらっしゃる方ね、週末とか若いカップルの方とかも多いけど、でも妊婦さんとかもすごく多くて、あとちっちゃい赤ちゃん連れたお母さん、やっぱりちょっとこう食べるものに対してちょっと気を使ってらっしゃる年代というかライフステージの方が多いですね。の時何にも食べれなかったけど、ここのマフィンだけは食べれたとか言われるとものすごく嬉しいですね。本当ですかみたいな。赤ちゃん産んで落ち着いてから来てお話ししてくださったりすると、なんか私の知らないところでそうやってなんか助けになれてたのは嬉しいなっていう。
こういうのですか？こういうただ単におしゃべりなだけ。シナモンですね。ブルーベリーシナモンのマフィンなので。意外とね、合うんですよ。ブルーベリーとシナモン。お店始めた頃はとにかくその他のお菓子屋さんと自分を比べて早くああなりたいとか横に並びたいとかどれだけフォロワーがいてとかどれだけ儲かっていてとかそういうのをすごいこう気にしてたんですけどある時から結構お客様から私のおやつを食べてすごく癒されたっていう感想をいただくことが多くなってそういうのをもらった時で例えば商品が全部完売した日のその喜びとはまた違う種類の喜びっていうんですかねお店的に成功したみたいな感覚を得た時って一瞬のこうスパイク的な喜びっていうんですかわーっていう感じだけどそういうお客様から癒されたっていうメッセージをもらった時ってなんかドカンって感じなんですけど静かな感じでそれをしたくってやってるんだっていう感覚になるというかでその一時の喜びってその時だけで過ぎたらもう過去なんですけどそのお客様からもらったメッセージとかって何年経っても思い出すたんびにその時と同じ気持ちになれるんですよね嬉しい気持ちになれるっていうかそれが本当に私の原動力っていうかだから一日全然自分が今日全然うまくいかなかったっていう感覚でも一人のお客様がなんか今日娘が風邪で寝込んでいて熱出して寝込んでて何にも食べれないけどここのマフィンなら食べれるって言うから買いに来ましたとかあとなんかご主人を亡くされたお母様がずっと塞ぎ込んで外出もしないで笑いもしなくてなんか心配してた娘さんがお母様を連れ出してたまたま私のお菓子がイベントで販売されててたまたま食べた時に母が初めて美味しいって笑顔を見せてくれたんですっていうそういうエピソードを聞くとわあやっててよかったって本当に感じる瞬間ですね。それが本当に私の最初とはまた違ったこの年数を重ねてきて今私がお菓子のこのお店を続けている原動力というか理由になってます。自家製あんこあんこが嫌いなお友達が私の作ったあんパン食べれたみたいなあんパン美味しいとかっていうなんかそういうの嬉しいですよね。なんか私のそのなんかあんこで克服してくれたんだみたいな。その頃なんかね趣味でパンとかもやってたんですよねなんかね。抹茶とホワイトチョコ。やばい乗っかっちゃった。なんだっけ。
面白いですか。一歩一歩着実にするってよ。有機人参なので、もう皮剥かないで使ってます。スパイシーな方が美味しいので。これはナッツを玄米水飴で絡めたものですね。乗っけて焼くとキャラメルナッツみたいに。玄米の糖分だけなんですよ。お砂糖じゃなくて。これはあんことクリームチーズですね。抹茶とホワイトチョコ。3段が限界みたいな。ね、きれいに。ナッツゴロゴロです。ナッツゴロゴロちゃん。人参ケーキ。残りの人たちですね。有機玄米粉は加須の谷川農園さんって有機でお米を作ってらっしゃる農家さんの玄米粉を使ってます。米粉よりも素朴な感じですね。要するに小麦で言ったら全粒粉みたいな感じですもんね。外側がついてるまんま引いてるから。お豆腐そのまんまいっちゃうんですよ。米粉なので小麦じゃないんでぐるぐる混ぜても平気なんです。グルテンがさっくりするにはとかなくてぐるぐるやっちゃって心置きなく。よしということで。ちっちゃい米粉マフィン。ちっちゃいサイズなんで結構ちっちゃいお子さんのおやつとかに買っていくお母さん多いですね。ちっちゃい米粉マフィン。商品のこだわりは一応バターと白砂糖を使わないおやつって歌ってますけど、すごい縛りっていうかそういうのはあんまり考えてなくって、何が私の望みかっていうと、そういうなんかこう乳製品とかなんか卵とか
そういうなんかこう、アレルギーのもの、小麦とか食べれない人と食べれる人と食べない選択をしてる人、このいろんな人がいるけど、全ての人が同じ一つのお菓子を食べて美味しいねって笑顔でつながれることなので、はい、そういうおやつを作りたいなって、それがこだわりというかですね。あと体にいいと美味しいはやっぱり両立したいなっていうのはずっとあります。6月の末ぐらいまでは、はい、持ちます。この木のお皿に入っているのが埼玉県産の小麦粉を使ったお豆腐のマフィンですね。お豆腐のマフィンの方がちょっと食感がしっとりしてる感じが、はい、抹茶とホワイトチョコみたいなホワイトチョコ、はい。もうやってる日が少ないからタイミングがなかなか合わないって皆さんに言われて今日はじゃあやっとあった感じありがとうございます。ありがとうございます。お待たせしました。どうぞ。こんにちは。こんにちは。チーズ。はい。2つ。2つ。はい。格闘技詰めの特典。From the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever. こんにちは。こんにちは。初めて来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。ごゆっくりご覧ください。簡単に説明すると、1番目の段が米粉のマフィンになります。これだけはちょっとグルテンフリーの玄米粉を使った。はい。ごゆっくりご覧ください。本当にこう10年続けてこれると思ってなかったけど、今10年そろそろ経つんですけど、やっぱりその中には本当にお世話になった方、私が認識している中でお世話になったなって思う方と、あと本当に目の見えないところで私を支えてくれてる人もいっぱいいるっていうのを私はこう思っていて、本当に全ての方に感謝。私がこうやって好きなお菓子を作り続けてられるのは本当に支えてくださってる今まで支えてくださってきた方々のおかげだなっていうのも、お客さんもそうだし、ご近所の方もそうだし、横のつながりの方もそうだし、はい、全ての方に本当にありがとうっていう気持ちで続けていきたいと思います。チップスコープ1つ。はい。以上で。はい、ありがとうございます。3回目ぐらいですよ。そうですね、そう一応彼女がいるんで、食べたいって言って。優しいですね。はい、ありがとうございます。了解です。はい、どうもありがとうございます。